エグエンのエグはエグいのエグ。ホームレスアイドルエグエンです。規制を発しながら天使のコスプレをして家庭内暴力について語る動画ができました。自分でも何言ってるかちょっとわかんない。たまに誤解されること。虐待って小さい頃の話でしょ？大変だったね。子供の頃、施設から学校行ってたの？違うわ！子供のうちに保護されてないからホームレスになるまで話がこじれたんですよ。というわけで虐待サバイバーあるあるな誤解。虐待とか DV とかそういうのって子供のうちだけの話でしょっていうのを、ちょっとお話ししていこうかなと。子供のうちに保護されるのは何%なんでしょうねというお話をしていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、ドンキホーテで2000円のコスプレ福袋買ってきたので、それ開封しながら話したいと思います。で、開封したらね、全部切るからね。DV、虐待、家庭内暴力。そういうのは、小さい子じゃなければ自力で家出ればいいんだから、結婚もしてないのに DV 受けてるとか、ありえないでしょ。あとは本人が、自立できなくて本人に問題があるって、そういうことに世の中ではなってるんですよね。福祉事務所の人ですら、実際そういう問題じゃ全然ないのに、そういうことにして処理してましたから。今の世の中はそんなもんです。でも現実には、大人になってやっと助かる人っていうのもいます。18歳過ぎてからの人も、50歳過ぎてやっと助かる希望が見えたって人もシェルターであったりしました。なんでなのって思うかもしれませんけど、例えば、最低限の教育を受けてなくて、読み書きもできないから、自立どころじゃないとか、あと成長過程でいろいろあって体がもう壊れちゃってて、それでまともに動けないとか、あと、家族が宗教みたいになってて、もう洗脳されちゃってて、もうただバイトして逃げればいいみたいな、そういうわけにはいかない人っていうのは、もうほんといろんな事情があるんですね。みよーん。想像してたのとだいぶ違うんだけど。思ってたのと違うんだけど、これで真面目な話続行して大丈夫ですか？例えば私は友達の家に行っただけで親族が何人も連携して捕まえに来ました。拉致未遂をされたり、あと付きまといをされたり、あと座り込みで他の人に迷惑をかけられたり、探偵を使って追跡をされたり、警察をあることないことを言って動かされたりしました。で、それは2020年5月の話なんですけれども、それは当然2020年5月に突然そういう状況になったわけじゃなくって、生まれてからずっとそういうような状況にいたわけですよ。そういうことが起こり得る状況に。はい。で、その時がたまたま一番逃げられるチャンスだったというだけで。だから、それまでのことなんて言うまでもないですよね。私がヘラヘラ話してるから分かりにくいというのは認めます。これは偏見なんですけど、低所得で世間体を気にしないような家の虐待、DV、家庭内暴力しか早期に明るみに出ることはないです。子供のうちに保護されることはありません。偏見です。世帯収入の多いお家の方が密室を作りやすいですし、だってほら、物理で言っても、壁の厚い高いお家の方が悲鳴も殴る音も物を投げる音も聞こえないじゃないですか。つまりそういうことだと私は思います。以前動画へのコメントで DV 虐待問題や生活保護、ホームレスになる人を全部本人の努力不足でしょって言いたがる人が結構いらっしゃって、で、しかもその方々の言い分で一部すごく目立ったのが、ちゃんと勉強していればそんなことにならなかったでしょというものが何人もいらっしゃったんです。それに対して反論した私のショート動画がこちらです。勉強して働けよ、世間知らずが、わらわらわら。
お前がまともに勉強して仕事してたらよかった話だろ、自業自得やん。まず仕事をする前段階として勉強という訓練期間を与えられることを当たり前だと思っているあたり、とても幸せなことだと思います。でもその幸せは、人を見下すために使うのではなく、自身の幸せを実感するために使った方がいいと思います。自分のセーフティーネットに守られているということは、あまり実感できない人もいると思いますけれども、自分が守られていることに気づけないというのは、要は旦那の稼ぎが悪いからバコ使えないけどパートしたくないって言ってるのと大して変わらないと思うので、はい。私は今、いろんな方のご好意のおかげで、勉強や仕事をして楽しく暮らしています。似たようなコメントが結構来たんですよね。勉強してればそんなことにならなかったじゃないかって。だって勉強できる環境や期間を与えられることが当たり前だと思っている人が日本にはたくさんいるんだなって思いました。勉強どころじゃない人の存在に気づかずに大人になれる。環境を変えられないのが本人の努力不足っていうのは、それはあると思います。そういうことは。それは私もそうです。あの時もっと頑張っていればなっていうことは、それは誰でもあると思います。けど、努力が不足しているなら勉強をすればいいじゃないって、パンがなければお菓子を食べればいいじゃないみたいだよね。努力って人それぞれ適切なことをしないと意味なくない？あと、これは私の感想なんですけど、生きるか死ぬかの時に、自分一人でできる努力とか、できることって、大してなくないですか？今、私、隠れ家生活になる前、ホームレスだった時とか、死んだなって思ったこと何回かありましたけど、でも、偶然出会った人に助けられて、それで今ここにいる感じなんですよ。だから、自分の力じゃないです。私がホームレスになっても生き残れたのは、単純に言えば理由の一つは日本人だったからっていうのもあると思うんですよ。日本にいたから。だって、一晩外にいたら、生き残れないような国だっていっぱいあるじゃないですか。だからそういう意味では国ガチャは成功してるなーって思います。ラッキーです。オレンジ色の、しかも網タイツの天使が出来上がりました。はい。意味わからん。後ろから見ると、こんな感じ？この服装に、牛さんの帽子っていうのがもうほんとセンス的に意味不明ですよね。意味わからんって思った人は、チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いします。まったねー。